ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいじゃ。エグザムシステム誕生秘話に迫りたい。いよいよ外伝の最終作だな。いよいよガンダム外伝も完結なのじゃ。G さんにとってみれば一部を28年前に遊んだきりだから。そうじゃ28年かかっての物語完結じゃ。というわけで、機動戦士ガンダム外伝さん裁かれし者やっていくぞい。そして今回も、ツインステックで遊んでいくぞい。白熱のコックピット体験。これでわしも言うかジーマ。親父ギャグをねじ込むな。というわけで青菜のニンニク炒めで暑い夏を乗り切りながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万歳。さあ行くぞ。それでは始めていくぞい。簡単にゲーム紹介しておきますか。機動戦士ガンダム外伝さん裁かれし者。セガサターン専用ソフトとして1997年3月7日に発売されたゲームじゃ。これまでのシリーズ同様、開発はベック、販売はバンダイ。機動戦士ガンダム外伝3部作の完結編となるゲームじゃ。第1部の戦慄のブルーから約半年で第3部が発売になっているな。トントントンと3部作を発売じゃ。1本4800円と単体では値段控えめじゃが、3本購入すると1万4400円となかなかのお値段になったな。そのお値段からか購入を見送っていた人も多そうだな。わしもそうじゃったわい。今、改めて遊んでみると当時買っておけばよかったなと思う。ツインステックも活用できたしな。ここまでのストーリーをざっくりと説明すると、モビルスーツの戦闘データ収集を目的として結成されたモルモット隊。モルモット隊の隊長ユーカ島の数奇な運命をたどるストーリー。敵基地破壊の任務中に突如として青いジムの襲撃を受ける。味方機であるジムの謎の襲撃をかろうじて退けるが、謎の青いジムは逃走してしまう。その後もいくつかの任務をこなしつつジオンのエース隊を撃破するなど数々の戦功を積むユー。しかし、彼の評価は地球連邦から低くの下位どころか処遇も改善されなかった。いや、それはジジイのプレイスキルの問題。その後、不時着したイデアの荷物の回収任務を命じられる。あった。アルフカ村が出てきた時だぜ。そうじゃ。この時、ジオンの騎士にムバススターゼンも初登場じゃな。青いイフリート界だぜ。青いジムを彷彿とさせるイフリート界。色だけではなく圧倒的な機動性が青いジムのようじゃった。イフリート界に押されながらも味方の増援もありなんとか追い払う。その後、ユーは青いジムのパイロットに任命される。ついにブルーディスティニーに登場だぜ。聞けば前回ユーたちを襲撃した際にパイロットは死亡していたとのこと。いや、怖すぎだぜ。それって中古車でいう事故車みたいなやつでしょ。見える人にはコックピットに何か見えるかもしれんな。とはいえよ、ジムコマンドに比べて圧倒的な機動力。楽しいわけじゃ。そして敵防衛線に単身で放り込まれて、これを殲滅したり、ミサイル発射阻止だ言うて、これまた単身で敵基地最前線に放り込まれた挙句、エグザムシステム発動じゃでも暴走するから5分以内にどうにかしてねって。そんなミッションをこなしつつ満身創痍で本体に合流すると、休む間もなく敵基地襲撃の救援。しかも新型に乗ってるんだからなんとかしろって扱い。ブラック企業も真っ青な古希の使いようね。最後はジオンの騎士にムバススターゼンが再び現れるも、なぜか勝手にエグザムシステムが発動してしまい暴れ狂うブルーディスティニーを操り、イフリート界を撃破するもブルーディスティニーも頭部を破壊される。ブルーディスティニーの頭部破壊って、そうじゃ頭部にはエグザムシステムが搭載されておるのでこっぱみじん。アルフカ村はユーの心配よりも大事なデータがとデータの心配。許さんぞ貴様。イフリート界もこっぱみじんになったしエグザムシステムがなくなってしまったわね。と思ったら連邦側が予備機を持っていたとのことでジオンがこの秘密基地みたいなのを発見した。ってところで物語が終わったのじゃ。ここでも U の評価は全く上がらず、U の処遇改善はいよいよ第3部で達成になるのか？一番の見どころはここじゃな。そこ？第3部の見どころはエグザムシステムについてじゃなく。そうじゃ。ユーカ島の処遇の改善という最大の悲願達成。ここに注目じゃ。では、早速やっていくぞい。ユー、こいつがブルーの3号機だ。前の1号機はエグザムを搭載した頭部を吹き飛ばされて、もう使い物にならん。これが連邦に残された最後のエグザムだ。壊すんじゃないぞ。もう一つお前に言っておくことがある。それもとびっきり悪い話だ。連邦のエグザム研究施設がジオンの特殊部隊に襲われた。システムの開発者であるクルスト博士は殺され、研究所は完全に破壊されたそうだ。おそらくあの赤い肩のモビルスーツに乗っていたやつの仕業だ。そしてブルーの2号機が敵に奪われてしまった。幸い
この3号機は襲撃前に運び出されていたからよかったが。お話の途中ですが、本部からの緊急命令です。今お話に出ていたブルー2号機の所在が判明しました。敵は奪ったブルーを宇宙へ持ち出すためシャトル基地に運び込んだ模様です。交代中の敵部隊の中に飛び込むことになりますが、宇宙に運び出される前に何としても2号機を奪取もしくは破壊してください。今じゃ地上に残ったジオンのやつらがなんとか宇宙に逃げようと必死だ。ここにも各地から残党どもが集まってる。とにかく基地防衛の方に全部移動してしまいましょう。そうしないと2号機の捜索は始められません。お前も言うようになってねえのさまなじゃ。よし、とっとと片付けちまう。なあユウ。フィリップ・ヒューズとサマナ比率の掛け合いも終わったところで、今回ももちろん手元動画ありじゃ。参考にならない手元動画を出すのか。ツインステックの貴重な映像じゃ。わしの子孫や未来の人類に貴重な映像として残すのじゃ。突然壮大なことを言い始めた。僕のおじいちゃんはこんなので遊んでいたんだ。昔のゲームは2本のレバーで遊んでたんだね。このように後世に伝えていくのじゃ。2本のスティックで遊ぶゲームは少ない気が。それにしてもツインステックの操作方法を第2部の青を受け継ぐものから微妙に変えておるのじゃ。あら、変更していたのか。視点の上下変更が左ステックのトリガーに設定されていたのじゃが、第3部では左ステックのトリガーは特殊攻撃が割り当てられた。あら、視点変更はどうするの？左側ステックの上部ボタンになっておる。あら、でもそこはダッシュじゃなかった？そうなのじゃ。ステックを倒した状態で左側上部ボタンを押すとダッシュ。レバーがニュートラルな状態で左ステック上部ボタンを押すと視点変更。スティックの状態で機能が変わるやつか。誤操作が増えそうだな。そうなのじゃ。最初はやたらとミサイル撃ちまくったし、視点を変更しようとしてダッシュを誤作動させたりと踏んだり蹴ったりじゃったわい。シリーズにおいて操作方法は変更しないでもらいたいものじゃな。さてさて、今回の任務じゃがジオンが奪ったエグザムシステム2号機を空に上げるのを阻止せよということじゃ。みんな第一敵基地襲撃ミッションじゃ。破壊の限りを尽くすぜ。そして、今回は得点稼ぎの方法として教えてもらったバルカン打ちっぱなしで切り込むを、できる限り実践していくぞい。バルカン乱射しながらサーベル振り回すとか正気の沙汰とは思えんな。まあ、何回言われたらエグザムシステムのせいって言っときゃごまかせるだろ。標準システムとして便利に使おうとしているのか。なんかジオン兵が言っておるのじゃ。ところでシャトルってどこになるのかしらね。全くわからんのじゃ。情報をキャッチしていないのか。重要基地の場所をジオンに感づかれた上に襲撃を許し、あっさりとクルスト博士もやられちゃってる始末だからな。連邦の腐敗はすでに始まっていたのか。しかし、まあシャトルぐらい補足しておけとは思うな。現場の身にもなってくれ。まあ、任務と言いながらもモルモット隊の真の目的は戦闘データ収集だからね。仕方ないね。モルモットじゃ。このモヤモヤは白いザクにぶつけるとするぞい。八つ当たりだな。出てこなければ。その神々のセリフは前にも使ったぞ。良いじゃない言わせてよ。ここでも熾烈な増加合戦は行われておる。味方機が急発してくるやつか。そうじゃ、誰しもが良い処分を目的に必死じゃ。このわしとて例外ではない。この破壊がわしの給与アップにつながるのじゃ。手当などではない。わしは基本給アップを要求するのじゃ。必死が過ぎるぞ。地道に基地施設を破壊じゃ。きっとわしの評価もうなぎ登りってな具合じゃな。相変わらずエイムがひどいけどな。そのライフルの無駄打ちでどれだけの経費がかかっているのか。聞こえないのじゃ。頑固じじいめ。ジオン兵は連邦の戦力に驚いているな。ちょっと前までモビルスーツを実戦投入してなかったくらいじゃしな。わずか数ヶ月でこんなことになるなんて、そりゃ驚くだろうな。この頃すでに白い悪魔ってった綱はジオンにも轟いているじゃろうしな。こんな高機動で動くのが襲撃しに来たらそりゃちびっちゃうってもんじゃ。寒冷地仕様も白いけどな。ザットは違うのだよザットは。それ使い方間違っている気がするぞ。よし今じゃ。何がよ。バルカンアタックじゃ。めちゃくちゃ細かく点が入ってくるな。位置の位がバンバン変わるのじゃ。バルカンで倒したのか？バルカンキルじゃな。これが伝説のエースパイロットの実力じゃ。連邦の白いバルカンとして名を刻むな。ゼータガンダムのオープニングでもマーク2がバルカンバリバリ乗ってるし、ガンダムの中では結構花形武器じゃと思うぞ。大変です。この基地にシャトルはもうありません。格納庫は空です。間に合わなかったか。
おガンダムヘッド。やはりガンダムのゲームじゃからな。3部作の完結編ではガンダムに登場させようっていうことなのじゃろう。ジムもかっこいいけどね。さて気になる評価じゃ。豆に施設も壊していたからってひどい言われ方しているぞ。なんじゃこりゃあ、以前より腕が落ちているじゃと。これは評価が楽しみだぜ。いい、じゃと。いい判定だな。人間ドックなら再検査判定だぞ。わしの交代軍の夢が、遥か彼方に飛んでいったな。シャトル基地にすでにブルー2号機の姿はなかった。ユウたちは2号機の行方を探るため敵基地に残されたデータを調べる。しかしそこに基地奪還を狙うジオンの残党部隊が襲撃してきた。退路を断たれたユウたちの部隊は襲い来る敵を退け2号機の手がかりをつかむことができるのか。大変です。この基地に急速に接近してくる敵部隊があります。おそらく宇宙に出るために集まった敵残存部隊だと思われます。ユウ、俺と伍長でこの基地のコンピューターに潜入して2号機の行き先を調べる。それまで接近中の敵の相手をしてやってくれ。それからデータがあると思われるこれらの施設を破壊されないように注意しろ。わかったな。ユウ、フィリップ少尉とサマナ中尉は先ほどの戦闘でジムを破壊されたために基地に残されていたザクで出ます。マーカーの設定は味方のものに変えてありますが、間違えて攻撃しないようにしてください。難しい任務かもしれませんが頑張って。始めるぞ、伍長。はい。ザクに乗るのは訓練の時以来ですよ。ああ、ちゃんと操縦できるんだろうね。間違えて俺を撃たねえ。ジムのシールドを背負ってますので間違いようがありませんよ。その心配はユウに言ってください。バカ、ユウがそんな間違いするわけはねえだろ。どうもいい評価の言うかジーマです。根に持っているな。当たり前じゃ。あんなにちまちま敵施設を破壊したのに、あの低評価は納得いかんのじゃ。頑張れー。心がこもっていないのじゃ。さてさて、今回のミッション。敵基地ながら防衛戦というはちゃめちゃなミッション。2号機がどこに向かったのか敵のデータセンターに潜入して特定するため、施設内のデータセンターを守らねばならん。厄介なミッションだな。敵モビルスーツはドムとザク。ドムはこちらを狙ってくる。ザクは一心不乱にデータセンターをぶっ壊す。あらま、それなら僕優先でやった方がいいな。そうなのじゃが、そんな余裕はないのじゃ。シャドウが一機も残ってないじゃないか。あらま、敵艦シャトルがなくなっていることに絶望しているな。敵も逃げるのに必死ってわけじゃな。そういえばフィリップとサマナはザクに乗っていると言っていたな。ジムが破壊されたみたいじゃな。ジムの盾を背負っているらしいぞ。一応、間違ってロックオンされることはないみたいじゃが。あら、ここのデータセンター完全破壊されているぞ。こいつら、本当に敵どもはやけくそでデータセンターを破壊してくる。なんか指令でも出ているのかしらね。シャトル探しに来ただけなのになぜデータセンターを破壊するのか。さてはジオンも待遇が悪いと言える。わしらは仲間じゃな。分かり合える。走行落ちに義地を感じるのじゃ。新手のニュータイプか。なんだよ新手のニュータイプって新品の新車みたいになっているぞ。一人ボケ、一人ツッコミしないで。ドムは後回しにしたいのじゃが、このドムがかまってちゃんなんじゃ。かまってちゃんか。そうなのじゃ。いちいち攻撃してくる。メンヘラドム。怖いな。こうしてドムにかまっている間に、ザクがデータセンターを破壊するのじゃ。あ、ドムがザクを倒した。貴重な映像だな。破壊活動しているわね。こやつら。データセンター周辺で戦うとこちらの流れ弾でデータセンター破壊しちゃうから怖いのじゃ。結構破壊されているな。この区画は一つしか残ってないな。なんとか守ったのじゃ。でもまだ終わらないのじゃ。どこじゃ。
このドムすごい突っ込んでくるんじゃ。さすがメンヘラドムだな。撃破じゃ。急いで残りのザクを探さないと。こうしている間にもザクがデータセンターを。あ、このザク味方だ。追撃破された。キルパスされた。殺伐としているな。ありました。2号機の行き先が分かりました。よーし、一度基地に戻って俺たちも空へ上がろうぜ。ああ、空か。懐かしいね。ドキドキ評価タイム。今回は結構データセンター破壊されたしな。低評価の理由があるな。生還おめでとうって祝福されているぞ。完全に嫌に言われているなこれ。はい、低評価。息を吐くようにいい評価だな。ゲームオーバーと同じ評価なのがウケるな。2号機の行く先を突き止めたユウたちは地球の重力から解き放たれ、ブルー2号機、そして宿敵ニムバスの待つコロニーへと向かう。そこはエグザムの誕生した場所。エグザムをめぐる戦いの中で今閉ざされたパンドラの箱が開けられようとしている。ジオン軍基地に残されていたデータをもとに空に上がったユウたち。目的の場所は廃棄コロニーの中に隠されたエグザム実験場。ここがクルスト博士が実験に使っていたコロニーか。おそらく中には俺も知らんようなエグザムに関するデータがたんまりあるに違いない。よし、俺とユウで中に潜入してくる。後のシャトルの護衛は頼んだぞ。少尉、順位破壊されたら帰れないからな。頼んだぞって、ジムもないのにどうしたらいいんですか？ジムはみんな星1号作戦に駆り出されてるからな。確かこの船にはボールがあったはずだ。あれに乗れ。そんな。ザクの次はボールかよ。やってらんねえな。ユウ、気をつけてね。私待ってるから。行くぞユウ。アルフさんもお気をつけて。おかわいそうにアルフちゃんはおまけかい。クルストの作ったエグザムには謎が多すぎる。通常システムは 50% しか機能していない。システムを 100% 使用すると暴走するからだ。だがその暴走もどうもあらかじめ仕組まれた節がある。俺の整備した1号機3号機には暴走を止めるリミッターがつけてある。おかげで短時間ならシステムを 100% 使用できるわけだ。しかしユウ、奪われた2号機にはそれがない。2号機が暴走に入ると機体やパイロットの安全など考えずに戦いを挑んでくるぞ。3号機は破壊されんでくれよ。俺はこのままデータを探しに中枢ブロックに潜入する。ユウ、お前はせいぜい派手に暴れてくれ。スペースコロニーの通路で戦闘じゃ。これまでの広大なフィールドではなく狭い通路での戦闘となる。当時としては珍しいシチュエーションだな。このように通路の壁を遮蔽物として防御に使える。ただ通路自体が狭いのでどうしても近接戦になると逃げ場がなくなる。遠くからちまちま撃つのが口じゃな。距離を保ちつつ遮蔽物をうまく使っていくんだな。視界が悪いので敵がどこにいるのか分かりにくい。おっとんだ。ゴキブリみたいに言うな。こやつ荒ぶっておるな。
危ないのじゃ。こんな通路でモビルスーツ爆発したら大変なことになりそうなもんだが、テムレイがいたら確実にコロニー外に放り出されて酸素欠乏症まっしぐらじゃな。こんな古いものを。敵さん壁に向かってマシンガンぶっ破しているみたいだな。敵もテンパっておるのじゃろう。よし、中枢ブロックに潜り込んだぞ。ここからはしばらく通信を断つ。どうやらアルフは順調に潜入しているみたいじゃな。あいつもただの科学者じゃないわね。後の野残だからな。そうなの？声が同じぜ。わしはごまかせん。あ、やばい至近距離でやられまくっておる。踏み込みの速さと正確性は敵の方が上だな。第2部で覚えたバックステップがあるから大丈夫じゃ。華麗なバックステップ。敵が反復横跳びをした直後は狙いたい放題じゃ。旧ザクじゃないか。旧ザク来たな。ジオニックフロントの動画でも言ったが旧ザクといえばガンプラじゃ。人気高かったのよね。わしの地元ではシャア専用ザクよりも人気じゃった。最初見た時は柵が崩壊したザクみたいにカッコ悪いと思ったのにな。なぜじゃろうな。かっこよくなってくるのじゃ。近づく前に倒すから旧ザクが堪能できないな。そうです、私が変なエグザムさんです。変なエグザムさん。変なエグザムさん。変なエグザムさんだっかった。変なエグザムさん。変なおじさんみたいに言うな。おっと、ここは道よりな。立ったままやられたな。ラオウじゃ。こやつは雑界のラオウじゃ。一辺の悔いなしー。すごい踏み込みが来た。斧持って飛びかかってくるとか殺傷能力高すぎだろ。しかし距離を取ればこっちのもんよ。わしの勝ちじゃ雑魚め。いい評価のくせに強気だな。それは言うな。ユウ、俺はとんでもないことを知ってしまった。クルストはエグザムを使って恐ろしいことを計画していたんだ。恐ろしいこととは？なんだ気になるぜ。しかし、その前にもっと気になる。わしの評価が待っている。マジか。ほぼ完璧に任務をこなしたと思うのじゃが、何が気に食わんのじゃ連邦の上層部は。完全に上司に嫌われているな。もはやいい評価が定着したか。ここまでいい評価が取れるもんなのじゃろうか？このままでは万年平兵士じゃ。一応少尉みたいだがいつまで少尉でいられるのか。敵コンピュータからエグザムのデータを手に入れたアルフ。彼はクルスト博士がエグザムを使って真になそうとしていた計画に戦慄する。アルフ、そしてユウの前で開かれたエグザムという名のパンドラの箱。飛び出した恐怖の計画を退け、ユウは箱の中に残された希望をつかみ取ることができるのか。
ユウ、クルスとは高い戦闘能力を持つニュータイプがやがて人類と敵対する存在になると考えた。だからエグザムシステムを開発したんだ。エグザムは一人のニュータイプの少女の精神パターンをコピーすることによって生み出され、高い戦闘力を発揮するシステムになった。しかしエグザムは大きな問題も抱えている。一旦ニュータイプの精神波に反応したエグザムは暴走状態となり、敵味方関係なく襲いかかる死神となるんだ。しかし暴走さえ抑えられればこれほど優れたシステムはないはずだ。こいつを再びジオンで研究されると厄介なことになる。ユウ、2号機を倒し、ここにある施設を破壊して全てのデータを抹消するんだ。クルストが死んでもこちらは3号機があれば研究を継続できる。2号機の姿が見えないが油断するなよ。ここを死守すると我々がジオンの命運を握っているものと思え。ジークジオンいただきました。コロニーマイズでの戦いだな。コロニーの中ってこんな感じなんだな。シリンダーが立って遠くがこんな感じで見れるんだな。さてさてベルグル様の登場じゃ。上に出てきたなジオンの最強モビルスーツ。さてさて今回のミッションは敵の殲滅に加えて、敵施設の破壊じゃ。エグザムシステムのデータを全て破壊しろということじゃ。エグザムシステムの秘密がついに明らかになったな。クリスト博士はメンタイプが将来人類の敵になると思ったようだな。そして、その高い戦闘能力を戦闘システムに応用する方法を研究していたわけじゃ。そこでマリオンHという女性の脳波パターンをシステムに組み込んだシステムを開発したと。このエグザムシステムは事故から生まれた偶然の代物であり問題を抱えている。ニュータイプの脳波を感知すると暴走しちゃうってやつだな。そうじゃ。クリスト博士のメンタイプは敵の思想を受け継いだのかメンタイプを感知すると暴走する。しかし、ジオンって過酷な宇宙空間で人類は新たな能力を手に入れる。それこそがニュータイプだ人類の革新じゃでもがジオンズム大君が提唱したジオニズムじゃなかった？ジオニズムはメンタイプだけを言っているわけではないが重要な要素の一つではあるな。クリスト博士はジオンで研究をしながらメンタイプを検知していたということになるな。それだけでジオンから連邦に亡命するのも納得がいく。ニュータイプを危険視することを危険視されるわけか。君の主張を否定しているわけだぞな。そして、このエグザムシステムは他のエグザムシステムが近くにあると、エグザムシステムのメンタイプの差を検知してしまって暴走しちゃうって特性がある。なんだそれは。これをわしはエグザムシステムのハウリングと呼んでいる。ハウリングってあのハウリング？少女の息をスピーカーに近づけると起きるあの大音量のハウリング現象じゃ。エグザムシステムがエグザムシステムの脳波パターンを拾って暴走しちゃう。確かにハウリング現象だな。さてさて前回に話題を戻そう。ベルグリカットの次じゃ。見た目ビームなぎなた、かっこいい。なぎなたって実際の戦場で使えるのかしらね。そういうことを言うな、ロマンじゃ。ベルググの機動性も高いのう。オーバー移動なんだな。ジークジオンを見せやがれって意味がわからないな。おお、すごいバックステップ戦闘。バルカンで確実に出てる。そうそう、ここに来て初めて気がついたのでは、ジャンプ中にステップ2本を内側に入れると急降下するみたいだな。そして気を殲滅したみたいじゃ。あと8節だけか？そのようじゃ。
レーダーの赤い点が一つじゃな。赤い点以外も倒しているな。廊下じゃ。廊下は出るのじゃ。無駄なあがきな気がする。見ろ見ろ3万点を超えているぞ。得点的にはこれまでの中では高い方だな。高評価間違いなしじゃ。バリカンランチャーじゃ。こんなことしてるからスペースの井戸から連邦は嫌われるんだろ。結構施設はたくさんあるな。壊したい放題なのじゃ。車を破壊したい。壊れないな。これは破壊不可なのか。まだあるのか。本当に多いな。どこにあるんだ？マップで確認したのじゃ。確認したのでこれで確実に壊せるな。あれ？どこじゃ？迷っているのかよ。あったあった。ここじゃここじゃ。最後の乱射じゃ。ユウ、2号機は外です。変だな。逃げる気はないみたいだ。ユウ、悔しいがブルー相手にボールじゃ話にならねえ。すまねえが、ここはお前に任せるぜ。無事ミッションクリアじゃ。安定のいい評価を見よう。とか言いつついい評価判定じゃないと思っているな。ああ、よかったな無事いいだぞこれ。何がいかんのじゃ。ついに全ての決着がつく時が来た。同じエグザムを積んだモビルスーツに乗った2人の騎士が己の全てをかけて対決する。果たしてどちらが真に裁くもので、どちらが裁かれるものなのか。エグザムに封じられた勝利の女神はどちらに微笑みかけるのだろうか。こちらは何とかなります。ユウ、この戦いにピリオドを打って。まずいぞユウ。エグザムマシン同士で戦うとお互いに相手をニュータイプと認識してシステムが作動しちまう。そうなったら暴走状態になれる敵の2号機に対してリミッターのついた3号機では不利だ。
連邦のパイロット、こんなところまで追ってきてくれるとは感謝の言葉もない。同じマシン同士、どちらが本当にエグザムに認められたものか、ここで決着をつけてやる。勝負だ。いよいよガンダムタイプ2機の宇宙戦が開始ぜ。次ガンダムタイプ2機の戦いだな。第2部のエフリート戦でも経験したように、大エグザム戦は距離を詰めて一気に叩く。勢いの無高速戦闘をじっくりとお楽しみください。よし倒した。ひたすらダッシュだったな。なぜだ、なぜエグザムに選ばれた騎士である私が連邦の増票ごときに遅れを取らねばならんのだ。このままでは死なん。お前も一緒に来てもらうぞ。あら、爆発しちゃったぞ。まあ、主人公補正で結局無事じゃろうな。なんだかんだで生き残っているもんよね。謎を残しながら最後に優香島は無事帰還したってナレーションが入るんじゃろうな。ということでお楽しみ評価タイムじゃ。ガンダム倒したし、それなりに評価してもらいたい。本気を出しているのか疑われているな。失敬なわしは本気じゃ。またいい評価だな。ガイデンさんは全部いいだった。ひでえな。これはひでえ。こんな動画見たことないな。わしはただ処遇アップが目的じゃったのにな。ということでエンディングを見ながら感想戦じゃ。ガイデンさんも楽しかった3部作となっているが1本ごとに独立してそれぞれで楽しめる。今作は広いフィールドだけでなく、コロニーの狭い通路と宇宙船が加わったな。セガサターンという20世紀のハードでよくぞここまで表現してくれたと思うぞい。やり込み要素も十分あって前後ミッションは短く感じるが何回でも楽しめるゲームとなっているな。そして全3部をクリアするか、ガイデンさんのお話を全て A ランクを取るかで出てくるあいつ。連邦の白いテント悪魔。あいつとシミュレーターで戦えるのじゃ。ジャブロー戦までのマグネットコーティングされる前のデータらしい。このアムロガンダムと戦える。なんとジオニックフロントより前に白い悪魔を体感できるゲームがあったということじゃ。わしもこれで全3部のクリアデータをゲットしたので白い悪魔と戦えるようになったのじゃ。なにこちらはマグネットコーティングされたエグザム搭載のガンダムじゃ。万が一にも負けることはあるまいということ。さてさてゲームシステムの感想だけではなくストーリーにも言及しておこう。
後のガンダム誌にも名前を残すことになったエグザムシステム初でのゲーム。エグザムシステム自体面白い設定だと思う。ニュータイプが人類の敵という思想も新しい発想じゃな。後のユニコーンで出てくる NTD に繋がると思うと胸熱じゃ。NTD にはアルフカ村も携わっているんだよな。そうじゃ。このようにゲームから派生した設定が、本当に後のガンダム誌にまで波及する。この作品の成功の証と言っても良いと思うわ。ではここでアンケート結果の発表といくぞい。皆さんアンケートへのご協力ありがとうございました。アンケートの結果はこうなりました。おお、神評価じゃな。これは神ゲー指数が楽しみじゃい。それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するぜ。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数はなんと驚異の 74.0。これはレジェンド級じゃな。高かったわね。一時期80も超えてたくらいだったぜ。それでもこれまでの中でもダントツで高い神ゲー指数を獲得したのじゃ。一応年末に2024年神ゲー指数ランキングやる予定じゃ。お、それは楽しみだな。わしも2024年までにどんなランキングになるか楽しみじゃ。さてさて、それでは優香島はいい待遇を勝ち取れたのでしょうか？まあ、あの評価では現状維持で満足しなくてはならんな。宇宙世紀0080 1月1日、宇宙要塞ア・バオアクーでの最終決戦に敗北したジオン軍は連邦軍の提示した終戦協定にサイン。ここに一年戦争は終結を見た。公式の記録によると、ユウはコロニーでの事件で死亡。フィリップ、サマナたち事務部隊のメンバーもア・バオアクーの最終決戦で全員が戦死した。そして青き死神にまつわる事件を覚えている者ももう誰もいない。ちょい、交代軍どころか全滅しただと？究極のバッドエンドじゃねえかよ。じじい、こんなバッドエンドねえぞ。仮にもゲームクリアしたエンディングがここまでひどいのは史上初じゃねえのか？よもやの全滅ルート、通りで曲が暗いわけじゃ。ということでアムロとの戦いを見てもらいながらコメントを紹介していくぞい。それでは皆さんコメントありがとうございました。早速コメント紹介していきます。姫神164さんからのコメントです。3作目といえば旧作のタックルー、あとはなんといってもアムロ戦シミュレーターアムロ戦にようアレンジされた BGM イントロがかっこよかった。ドドドドドと連射で食らうライフルのビームの恐怖も懐かしいです。旧作タックルかっこよいですよね。アムロは、やっぱり悪魔。元チカさんのコメントです。エグザムシステムの秘密がわかるストーリー、ガンダムタイプの登場、新たな戦場宇宙、ラストを飾るにふさわしい最終章ですね。通路戦や宇宙戦最後の最後で詰め込んできましたよね。お祭り騒ぎの最終章って感じで良いです。チグサ・アンダーソンさんのコメントです。良いゲームでしたね。マルチエンディングなのもゲームならではな気がします。あくまでも物語を紡ぐ主人公は自分、悠々ですからね。ドリキャス版の主人公のマスターピースレイヤーもマイプレイヤーの文字りですし、こだわりを感じます。マルチエンディングも一番ひどいの聞きました。ドリキャス版はそういう名前なんですね。やったことないので楽しみです。万年寝太郎さんのコメントです。3作とも最後まで楽しめましたね。マルチエンディングを全部見るために、ひたすらやり込みました。クリア後のシミュレーターでは RX78 に瞬殺されましたが、何度もリトライしてようやく倒した時は達成感ありましたね。やり込むごとに上達が感じられるゲームは、神ゲーと言って良いと思います。またこういう MS を操縦する感覚が味わえるガンダムゲームをやりたいです。PS3 のリメイク？そんなものは存在しません。やり込み系のゲーム、本当に時間を投入してやり込みたい。今作もやりたいと思っておりますが時間が、でもやります。PS3 は、ひどいみたいですね。金狐さんのコメントです。シミュレーターでの RX78 戦は最初アウトレンジで撃ち合って、曲がるビームに瞬殺されモーリンちゃんにサマナさんでも、もう少し得点を取ってましたよ。と煽られる始末。ミッション4開始直後に、敵の通信が一斉にジークジオンを叫ぶ場面が好きです。ジークジオン叫んでました。かなり印象的なシーンですよね。藤田清人さんのコメントです。3号機予備機で、2号機を倒すストーリーですね。3作目も、楽しみにしてます。評価上げるには、スコアを稼がないといけないんですよね。そのためには、建造物とかも破壊しないといけない。ステージ2ですが、実は、護衛対象も、スコア増えるんですよね。僕は、建造物と、護衛対象のアンテナだけ破壊して、スコア稼いでました。それと、1作目から、最終作目まで、高評価受け続けると、昇級するんですよ。それに従い、セリフも、小位から、大位に変わります。やはり高評価だと待遇改善になるんですね。ちょっと配信などでやり込んでいこうかと思います。スユートさんのコメントです。あのシミュレーションのデータがジャブロー到着時のデータで、
しかもナーフされている可能性があるとかきっと、軽くクリアしてくれますよね。軽く、クリアされました。シュリリンさんのコメントです。コロニーの作業用通路が難しかった。あの通路独特の雰囲気ですもんね。どうすれば高評価に繋がるのか皆目見当もつきません。小玉明寺さんのコメントです。ツインスティックコントローラーを買ってやりましたよ。オーバーチャロンではなく、このためにですか？すごいガンダム愛を感じるコメントです。ウルフ注意さんのコメントです。エンディングを完せてください、それだけです。ユンケル送りますか？笑い。エンディングどうですか？マルチエンディングの最低になってしまいましたが。塩ラーメンさんのコメントです。目指せ少佐。無理でした。今後はライブでちょこちょこやっていこうかと思います。よろしければ遊びに来てください。かなめさんのコメントです。言わずもがな、孫うことなき神ゲーに一票戦慄のブルー、青を受け継ぐものとシリーズを重ねるごとに操作面での改良が施されている点は評価したい。この裁かれし者も若干の操作面での変更はあったが、違和感を全くと言っていいくらい感じなかった点は GOOD 裁かれし者でついに U はブルー3号機に登場しますが、フィリップやサマナも数回登場機が変わる演出も個人的には高評価ですね。ガンダムガイデン3部作のデータがあるとクリア後にシミュレーター戦が待っていますが、実は裁かれし者のソフトのみでもシミュレーター戦はプレイできます。ただ、その場合だと前後ミッションを全て A 評価で終える必要があります。当時、自分もガンダムガイデン3部作すべて初回限定版で買って全く問題はなかったのですが、全15ミッションすべて A 評価でクリアし、そのままシミュレーターに挑んだ記憶があります。ミノルは当時、ガンダムガイデン3部作は抽選プレゼント企画があり、各ソフトに付属していた応募券をハガキに貼って送ると、A 賞ブルー1号機ガレージキット100名、B 賞テレフォンカードセット300名、C 賞ジオン広告ぐんぐん賞バッジ1000名がそれぞれ当たるという企画でした。俺はガイデン1の初回限定版特典の地球連邦軍軍賞バッジを持っていたので、C 賞に応募したところ、見事当選し、ジオン広告軍軍賞が送られてきました。今も宝物として、大切に保管してあります。それは良いものだ。すべて A 評価はすごいです。わしにできるのだろうか。ということでコメントは以上です。皆さんたくさんのコメントありがとうなのじゃ。今後はライブ配信を通じてせめて U 生存ルートのエンディングになるように頑張りますので、よろしければ見に来てください。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない機動戦士ガンダムガイデン3部作全部終わったのじゃ。実に28年に及ぶ長丁場。実に楽しい作品であったな。ツインスティック久々に見たぜ。久々に触った。童心に帰れて楽しいわい。でも壊れそうで怖かったな。ボタンがピンチじゃった。